鈴なりの村田明彦です。よろしくお願いします。お稲荷さんの作り方をご紹介いたします。今回のお稲荷さんはちょっとお弁当を意識して綺麗な見栄えのいいお稲荷さんになっております。油抜きするためにこのまま茹でるとピタッとくっついて開きづらくなるので、これでやると間の油揚げの間と間が空間ができて開きやすくなるんですね。でこれを油抜きした後にやってもあんまり意味がなくて、油抜きする前がいいんです。こうやって茹でる前に切ってしまった方が油抜きがしやすいのと、後の処理が楽というか、この茹でる前の方が長さも均一にできるので、茹でる前に半分にした方がいいですね。でこれをボイルしていきます。ちょっと沸騰したお湯の中に入れていきます。結構油抜きっていうと熱湯を上からかけたりするんですけども、お稲荷さんの場合はこうやって湯がいちゃった方がきり余分な油が取れるので、こういう状態にしちゃった方がやりやすいです。でこうやって上から押してやって、この中の油を抜いてやるようにします。油が抜けたら水の中に落としていきます。何枚かこう重ねて水分を絞ります。で初めはゆるくやった方がいいですね。一気にグッとやると袋が破ける恐れがあるので、こう握手するみたいな感じでだしを入れます。でザラメですね。ザラメの方が味の甘さのコクがあって美味しいです。ザラメがあればザラメを使ってください。もちろん上白糖でも構いません。そこにみりんです。で濃い口醤油で、一回この砂糖が溶けるまでこう沸かしてあげます。でこの砂糖が溶けたところで油揚げを入れていきます。並べてやるとやっぱり中まで味が染み込まない揚げもあるんで、こうやってバラバラにして散らすように炊いていきます。こういった感じで10分ほど炊きます。で上が浮き上がってくるので、できれば落とし蓋をしてください。落とし蓋がない場合はクッキングシート、これを上にかぶせて汁を含ませて炊いていきます。で沸くまでは強火でお願いします。で結構グツグツ炊いちゃっても煮崩れないので大丈夫です。でここまでグツグツしてきたら中火にして、約10分ほどコトコト炊いていきます。この今の中に入ってるつゆを中で押し込んで抜いてあげてまたかけるみたいな状態をすると、ふっくら中まで味が染みたお稲荷さんの皮になります。こちら10分経ちました。ちょっと冷ますので、先ほどのざるに引き上げていきます。でこれちょっと置いときます。こうやってちょっと冷ますために広げます。しっかりだしも吸って美味しそうに柔らかくなってます。あんまりパサパサに絞らないで、ほんのり水分残ってる状態の方がジューシーで美味しいと思います。先ほどの汁もすっかりこういう感じで全て吸い取った状態ですね。でこのまま乾かないように先ほどの落とし紙をそのまま置いてちょっと冷ましておきます。具材の一つのなめたけを作っていきます。なめたけも手作りで簡単に作れますので、ここにだし汁ですね。お水でも構いません。でお砂糖で、甘さの加減はお好みですけども、大体このお醤ポン酢と同割りです。これは普通のポン酢ですね。ちょっと薄いポン酢を少し甘くしたようなものを作ります。これで砂糖が溶けたぐらいの時にえのきを入れます。で中に十分に汁を染み込ますように混ぜてください。
酸味が苦手な方はちょっと砂糖を増やしめですね。甘い方が結構お子様なんかも美味しく食べれると思います。これも終始強火で大丈夫です。瓶詰めなんかで売ってるなめたけでもいいんですけども、ぜひ手作りにするとご家庭の味わいが出て美味しいと思いますね。で終始強火で汁気がなくなるまで混ぜてください。お稲荷さんってごまだけだって寿司飯にごまだけだったり、あと五目レンコンとか入れて手軽に作れますけども、そうやっていろんな具を作って上に乗せることによって華やかになるので、お弁当持って出かける時とかもいいのかもしれないですね。でこうやって水分がなくなったら完成ですね。そうしましたら鶏そぼろを作っていきます。たくさん作ってこれも常備菜にはできますので、少しごま油入れます。で鶏のそぼろ入れます。鶏のひき肉ですね。この小鍋でも大丈夫なので、ちょっと下にひっつきますけども、後で調味料を入れるので完全に取れますので大丈夫です。でごま油が全体的に行き渡って表面が軽く白くなってきたぐらいで調味料を入れます。でここで初め水ですね。でお酒です。でお醤油です。でみりんですね。でこれも汁がなくなるぐらいまでたっぷり肉の中に汁を吸わせてあげるといいと思います。で辛いのを好きな方はこの時点で山椒を入れたりとか一味唐辛子入れたりとか入れてもいいですね。中火で大丈夫です。もうこの汁がなくなる時にはもうすっかり肉にも味が入っているので、こうやって全てが肉に染み込んでくると次に出てくるのが肉の脂なんです。で肉の脂はカチッと固まるとそれが原因で肉が固形化されちゃうので、この脂だけは最後に取っておいてください。こういった焦げ目がついてるんですけども、これも食欲をそそる味になるので、少しこうやって味を肉に移してあげるとちょっと香ばしい感じの味になるんで、せっかくなんでこうやってつけちゃってください、肉の方に。そうしましたらエビと卵のエビ玉作っていきます。少し油を引きます。で初めは強火でいいんですけど、途中から弱火にしてください。で卵を入れます。で卵がちょっと白い部分ができてきたところでみりんを入れます。少しでお醤油です。お醤油も少しです。でこのようになってきたら、ここにボイルしたエビ、これを入れます。で火を止めます。卵は溶いて入れなくても大丈夫です。もう鍋の中で温まってる途中にぐるぐる回せばしっかり入ります。ちょっと白い部分と黄色い部分ができてた方が綺麗なのかなと思ってやってますね。でそうしましたら切って和えるだけの材料を揃えていきます。トマトとトマトガリ、ごま、これを合わせていきます。プチトマトで大丈夫です。トマトとガリってすごく合うんですよ。あとゴーヤなんかもガリと合いますよね。そうしましたら生姜ですね。これ自分で漬けてる生姜ですけども、スーパーで売ってる刻んだ生姜とかスライスした生姜で大丈夫です。ボイルして甘酢につけるというか、酢と水と塩と砂糖につけますね。
ごまですね。ごまをちょっと握りながらこう入れてやると香りが出ていいかもしれないですね。これはいったごまです。あとこれを混ぜるだけで、ここにオリーブオイルなんか入れても美味しいですけどね。今回はこのガリとトマトとごまあえただけのものをお稲荷さんの上の具にします。生ハムとクリームチーズですね。いろんな生ハムがあるんで適度な大きさにカットしてもらいます。お稲荷さんの上に乗っかって食べやすい大きさがいいですね。ハムのような感じのものでも大丈夫ですね。でこれクリームチーズもこう柔らかいやつなんで乗っけられるぐらいの大きさにカットしてください。クリームチーズって和食で使いやすい食材なんですよね。白あえ、普通の豆腐の白あえにクリームチーズ入れて味をつけたりもしますね。そうしましたら次はツナと、漬物の混ぜたものですね。漬物って言いましてもこういうしば漬けで美味しいと思います。でツナ缶ですけど結構油があるので油は吸い取った方がいいですね。ツナにちょっと足りないと思うのが自分は歯ごたえなんですね。で漬物の歯ごたえがあるとツナ缶の味もちょっと引き締まって美味しくなりますし、そこに歯ごたえがあることで食べてて楽しくなります。少しこれだと色合いが寂しいのでちょっと色がついた野菜だったりとかを切っていきます。で今回はこのインゲン、ボイルしたインゲンですね。こんな風に切ってください。で大葉刻んだのと形のままのものを残しておくといいかもしれないですね。で刻むのもあんまり細かくなくて大丈夫ですね。このぐらいの細さに切ったものとこの軸だけ切ってこう縦に切ったもの、こういうのを用意しておきます。あとは貝割れですね。ほんのちょっとしか使わないので、もちろんきゅうりとかそういったもんでも大丈夫ですけども、結構貝割れ大根のこの辛みが美味しかったりもするんで、あといい飾りにもなります。でこの辛いので生がダメな方は一度湯がいたり火を入れても大丈夫です。であとラディッシュですね。ラディッシュはこのようにスライスします。これも飾りだったり色合いだったり、これも食べても美味しいものなので色合いになってなおかつ美味しくて見た目も良いですね。っていうような野菜を用意しておいてください。ここに枝豆が入っても、人参の細かいのが入ってもいろいろこうアレンジで楽しめるのでいろんな具材で調整してみてください。ではそうしましたら包んでいきます。でオープンいなりの場合は際のところを少し丸めてあげるんですね。これも寿司飯の中にもちろんごまを入れたって美味しいですよね。海苔を入れたって全然構いません。ベースが五目のご飯だとなおさら美味しいですね。嬉しいし、食べてて嬉しいですよね。それでは盛り付けていきますね。できればこういう外に持っていくんでしたらちょっとこの笹でも引いてもらうと抗菌にもなります。ちょっとここに直接持ってこういうお稲荷さんだとこう彩り豊かなお稲荷さん、オープン稲荷みたいなやつだとおかずがいらないですよね。そんなにだからこうやって好きな具材を詰めていきます。これ豆だけを置いてとかでこんななってるところをちょっと
この青い食材とか入れたりとか、でこのかいわれなんかは結構鶏と合うので、鶏のところに置いてみたりとか、で刻んだ大葉はこの漬物の方に合うので上に乗っけてみたりとかして、で仕上げにごまを少しまた上にパラパラやっといてあげると食べていけばいいですね。華やかなお稲荷さんですね。こちらで完成です。